グランチャンプ問答無用じゃん何も持っていない底辺から全てをチェンジ圧倒的グランチャンプ堂々と行こうぜ絶対逃さないてっぺんほら全てをチェンジ、ありがとうございます。改めて本日はお越しくださり誠にありがとうございます。株式会社 BMSG 代表取締役 CEO スカイハイこと日高光弘です。よろしくお願いいたします。昨年ありがたいことに BMSG は5周年創業から5年を経過しまして、ここから6年目に突入し、ここから向こう5年、に関しての
今日はなので未来の話とかが増えてくるかなと思うんですが、その前に改めて良い機会ですので、所属アーティストというものをこんなにいるんだぞというのをご紹介させていただきたいかなと思います。所属アーティストで35名、トレーニーに23名、びっくりですね。最初はね、社員も僕一人だったので、社員が10人20人になったよっていうだけでドキドキしていたのに、所属アーティストやトレーニーだけでもう50名を超えてきたと、より一層ねちょっと身を引き締めていかなければならないなと思うんですが、特に、今年デビューであったり、今年協業を発表したアーティスト、スターグローというグループが今年の1月にデビューいたしました。スターグローはNME、イギリスのですね権威ある音楽メディアが今年注目すべき新人100選というのに日本から唯一スターグローを選ばれまして、実際そういった期待にたがわぬ活躍を今のところ見せてくれているかなと思っておりますし、年齢が本当に若く、平均年齢がもう18歳であったり19歳であったりっていうところからのスタートだったりもしますので、見ていただくたびに目覚ましい成長を彼らは見せてくれますし、きっとこれから先も皆様がどれだけハードルの高い期待をかけてくださっても彼らなら大丈夫であろうと思っております。すいません、一アーティストでねこの熱量で喋っていくと終わらないんですよ。本当だったらね全部話したいんですけど、全部話していくと僕の1時間のスピーチはただのアーティスト紹介で終わってしまうので、そしてフミノも同じく1月にデビューした女性ソロアーティストです。女性ソロシンガーソングライターというアーティストの形で、ここから若手で、成功していくっていうのはなかなか難しいことでもあると思うんですが、見事にデビューしてから本当に引き合いが多くですね、さまざまなタイアップ主題歌みたいなものもそうですし、本人のアーティスト性っていうのも本当日ごとに成長しておりますので、きっと皆様もねこれから時代が生んだ時代を象徴するフミノっていう存在を目にする機会たくさん増えてくると思いますし、今日はこの後ライブもしてくれますので、どうぞお楽しみにしていてください。さらに歩む今津と今年から協業しますよというのを発表させていただいて、早速ね今月ですよね、ミュージックステーションに出演して、マイケル・ジャクソンのカバーも含む素晴らしいパフォーマンスで非常にバイラルをして、さらに同じく今月っていうかもうつい先日来年の日本武道館公演を発表いたしまして、ここからアーティストキャリアをさらに駆け上がっていくと思います。極端な話 BMSG が何もしなくても歩む今津は世界的なスターになっていくそのポテンシャルがもう十分にあるので、世界の方から勝手に放っておかないとは思うんですが、やっぱり極力ね早きゃ早いに越したことないですから、成功や成長のための触媒になることを BMSG お手伝いしていければなというふうに思っております。ということで、改めて、今回で CEO プレゼンテーションが3回目になりますので、これまですでに取り組んでいることとか今まさに取り組もうとしていることっていうのをお話しさせていただくことが多かったんですが、本日は5周年が終わったっていうことは次は10周年が近づいてきたので、BMSG の10周年に向けてここから5年先で、近い将来こういうことをやっていきたいというところまで考えている少し未来のアイディアなどもお話しさせていただければなと思っております。なぜ未来の話をするのかというと、やっぱりきっかけはこちらですね。はい、素晴らしい写真です昨年の2025年、スターグローが生まれたザ・ラストピースっていうオーディション番組および育成プログラムを発表したんですが、やっぱり年々ね霊障文化であったりとか足を引っ張り合うであったりとか夢や綺麗事を堂々と言うっていうのは恥ずかしいみたいなのはやっぱちょっと寂しいじゃないかと、若者に夢の見方を教えるプロジェクトを始めようなんて言ったんですけど、終わってみたらですね見事に夢の見方というのを教えられたのは僕の方というか、やっぱり堂々と夢とか綺麗事とかこうやりたいこうなった方が絶対いいはずだっていうのを大声で言っていくっていうことのかっこよさや美しさをもうたくさん身をもって知りまして、なのでまずは自分からね大きな声で夢や綺麗事をたくさん今日も吐いていこうかなと思っておりますので、ここから45分間くらいですか喋りすぎて1時間になったら申し訳ないんですけれどもお付き合いいただければなと思います。大きなコンセプトはこちら、Beyond the First 5 Years ということで BMSG はここから第2創業期というフェーズに入っていこうと思っております。自分はですね BMSG っていうのはいわゆるスタートアップの芸能事務所なんですが、スタートアップ
さまざまな定義あると思うんですが、自分が一番スタートアップがすべきこと、必要だと思っていることは、既存の業界やシステムが持っている構造的な難しいところとか継続的な課題みたいなものを、新しい組織とか新しい会社が生まれることによって、そういったもう継続している課題っていうものを解決していこうっていうことがスタートアップがやるべきことだと思っているんですが、ここまでの5年 BMSG はいくばくかはそういったものに成功できたと思っておりますし、本当にもうここにまさにね来てくださっている皆さんのお力のおかげ、そして日頃から応援してくださっているファンの皆様のおかげ、実際来てるけど私はファンでもありますよっていうふうに言ってくださる方もいらっしゃるかもしれませんけども、皆さんのおかげで、本当にたくさんの輝かしい成功っていうものを収めてこれたっていうのは事実です。ですがやっぱりその原資となるのは、最初自分は千葉の実家でですね、社員は僕一人と、原資になったものは貯金の口座に入っていた1億円のお金、これをもう全部使ってやってやろうという、覚悟と勢いだったと思うんですが、ここからもうここまでの5年で培ってきた、言ったら留保しているお金もそうですし、会社としてのリソース、そういったものを未来への投資にとにかくかけていく。今まで培ったものを全部ベットしてですね、次のフェーズに進んでいく、そういったことをこれからやっていきたいなと思っています。覚悟と気合を込めて第二創業期と呼ばせていただきます。その第二創業期に対しても BMSG が一番大事にすべきワードっていうのは変わらずこちら、才能を殺さないために。やはりこれは創業期のミッションでもあったんですが、 BMSG にとっては永遠のテーマにもなるんじゃないかなというふうに思っております。次の5年間で意識したい3つの切り口というのを才能を殺さないためにの傘のもとにお話しさせていただければなと思っておりますよ。1つ目はこちらも BMSG にとって最も重要なワードのうちの1つ、音楽ファーストにまつわるトピックから参りましょう。まずはね、この5年で一体あなたどういうことをしてきたのよと、そういったところをお話しさせていただければなと思います。まずは BMSG 今応援してくださっている方にはこのイメージ、この印象はやっぱり強いんじゃないでしょうか。サバイバルで誰が残るのハラハラするっていうオーディション番組を作るのではなく、夢を持って集まった方々をしっかりと熱意を持って育成していって成長していく、そのプロセスをしっかりとお届けする、こういった形のオーディション番組、こういった形の、僕はなのでオーディション番組って言ったり言われたりするのも別に嫌ではないんですけど、育成プログラムって呼んでいるので一応お見知りおきいただけるとありがたいと思います。こういった育成プログラムというのを数多く世の中に発信してまいりました。ザ・ファーストからは BE:FIRST、ミッションからはマーゼル、ラストピースからスターグロー、そしてノーノーガールズから花といったグループが生まれて、そのグループたちの活躍はきっとここにいらっしゃってる皆さんならね、たくさん知ってくださってるのかなと思うんですが、一番の成功は本当に育成を心を込めてするっていうことを世の中に発信できたというところかなと思っております。そして2つ目、マネジメント機能だけではなくて原版制作であったり、クリエイティブ全般においてもちょっとシステムを新しく構築するということを頑張ってまいりました。ブルームスレコーズというのはですね BMSG の自社レーベルになります。なのでいわゆる原版制作機能であったり、著作権管理であったり、音楽制作会社としてやるべきことをしっかりとやるというだけではなく、フレックスディールという独自の契約体制を昨年から発表させていただきました。これはですね、オーダーメイド型の柔軟な契約形態というふうになっておりまして、プロデューシングに一定関わる場合もあります。広告タイアップ獲得などのために頑張る場合もあります。グッズ制作、ファンクラブ運営などのマネジメント機能、楽曲制作、宣伝活動、著作権管理などのレーベル機能、アーティストによってやっぱり必要としているものっていうのはそれぞれやっぱり異なるので、特に数年も活動してきたよ、活躍してきたよっていうアーティストになれば、自分に必要なものはこういうサポートだっていうことが分かる方もやっぱり少なくない。なのでそういった方に対して、柔軟に契約形態を合わせてフレックスなディールを結んでいくというフレックスディールですね。そしてクリエイティブラボ、こちらも自分の肝入りのプロジェクトのうちの一つではございます。アーティストとかプロデューサーの想像力っていうものを一気通貫でやっていきたい、ワンチームでやっていきたいっていう思想が元になっております。クリエイティブ力の強化っていうのはですね BMSG にとっても至上命題だったりするんですけど、いい曲を作れました、いい映像監督がいます、
いいアートディレクターがいますみたいなことをバラバラにやらずにワンチームでやっていくと、組織の強さをとにかく強くしていきたい。自分はですね、気がついたらプロデュースグループがもう3つになってきてるんですね。最初社員も自分含めても本当にごく少数で、 BE:FIRST に関しては僕チーフマネージャーをやっていた時期もあるので、そうなるとですね、曲を作って映像を作って各種ミーティングをこなしてっていうだけで無理であろうと、このまま2つ目のグループを作るなんてことをしてしまったら大げさではなく死んでしまうかもしれない、っていうところがあったんですが、なんともう今3つのグループを動かすことができている。これは本当に01の部分を自分が発信することさえできれば、それをチームでどんどんと大きく広げていって、それをこう最後アーティストがこう綺麗なシュートを決めていってくれるというような形ができている。具体的に言っても自分のタッチ数、会議の参加数であったり、こうものを作る以外に使っていた時間を3分の1に減らして、タッチ数は3分の1なのにタッチポイントは3倍に増えている、そんな感覚をクリエイティブラボのみんなからもらっています。非常に心強し、非常にありがたい。自分が言っているだけではなくて、客観的にも2026年には世界的なクリエイティブアワードを2つ受賞しております。ちなみにですね、クリエイティブラボっていうのはですね、随時仲間を募集しておりますので、興味がある方はぜひ公式サイトからご応募ください。何卒いいチームを一緒に作りましょう。そしてですね、こういったところでワンチームっていうワードが今あったんですけども、 BMSG 音楽だけでなくさまざまな領域へのクリエイターへのリスペクトっていうのを絶対に欠かさないと、これはもう強い気持ちがございます。創業期から楽曲やミュージックビデオなどの制作物においては全て制作者や関係者のクレジット徹底っていうのをもうやっております。やっぱりどれだけやってもね、関わる人が増えれば増えるほど、干渉領域が重なれば重なるほど、ここのクレジットを絶対にやるっていうのは自分にとってはものすごく大切なことでもあったりするので、やっぱり頑張っていきたいですよね。アーティストっていうのはさっきもちょろっとこう綺麗なシュートなんて話がありましたけど、アーティストっていうのはもう最後にシュートを決めるのは確かにアーティストなんですけど、そこまでのゲームを作ってボールを運んでいく全てのスタッフと、なのでなんかこう同じチームなんですよね。もちろんアーティストっていうのは表に出る分さまざまな責任もかかってきますし、やらなきゃいけないプレッシャーも増える。その分功績もたくさん得られるっていうのがアーティストだと思うんですけども、絶対的なエースであることは間違いありませんが、同じチーム、同じ船に乗っている同じプレイヤーがたくさんいるっていうことをしっかりと意識する必要がアーティスト側にもありますし、それをやっぱりファンであったりとかもう一般的な音楽を一つの娯楽として受け取る側として楽しんでいる方にもしっかりとお見せしていきたいですし、BMSG でやったこれこれの仕事良かったねって言ったら次の仕事にどんどんとつながっていくというような循環もやっぱり生んでいきたい。なのでBMSG に関わっていただけているクリエイターさんの才能も殺さないために BMSG は今後もクレジット掲載を徹底してまいります。さて、そういった音楽ファースト、ここから5年は一体どういうことをやっていくのというのを少しだけお話しさせていただければなと思います。こっから5年ね、これなんかレッスンみたいなものがたくさん書いてあるんですけど、会社がさまざまなレッスンを提供しますというよりは、アーティストがあれがやりたいな、こういうふうになりたいなって思った時にすぐにチャレンジできる動線を作っておくっていう方が正しいような気がします。音楽ファーストなら音楽のことだけやっていればいいんじゃないのっていうふうにこう考える方もいらっしゃるかもしれないんですけども、一定量トレーニングっていうものに関しては絶対必要なので、そこに割く時間っていうのは絶対的に増えるんだけれども、これから先は変な話、音楽を作る、歌詞を作るっていうことに関してはAI が上回っていく時代もすぐ来ちゃうと思うんですよね。そういう時に AI に絶対に既存されないものっていうのはその人間がどれだけ特別か、その人間がどれだけ面白いか、簡単に言うと外れ値をいくつ持っているかみたいなところになってくるかなと思いますので、その外れ値を経験するための機会をたくさん提供するのが、マネジメントとしてのね、なんかこう一個義務まではいかないけど、この時代にやんなきゃいけないことなのかなというふうに思っているので、びっくりするくらいさまざまなことをさまざまなアーティストがやっています。ちなみにね、ここをこんだけ羅列するとさすがになんか全部をやってますっていうアーティストはなかなかいないんですけど、ここにおいてグループにおいては
彼はこれとこれ、彼はこれとこれっていうのを本当に被らない感じでやっているグループが一つあるので、ちょっと紹介させてください。それがこのマーゼルというグループ。Be Myself の精神のもとにですね、多方面で個性を発揮しているマーゼルというグループがございます。自分はよくマーゼルを形容するときに使わせてもらう例えがあるんですけど、すいませんね、例え話ばっかりで。例え話がね、うまくいった時って本当に気持ちいいんですよね。外れた時のなんかちょっと物足りなさとか悔しさも割と嫌いではない。例えば普通のグループの個性がバラバラな集団っていうのはやっぱり一つのカラーっていうのはやっぱり存在するので、少年ジャンプの中に、スラムダンクがいて悠々白書がいてみたいなことであったりすると思うんですけども、すいません、ちょっと世代がバレそうな例えになっちゃったんですけど、マーゼルの場合はそもそも掲載誌が違うっていうレベルのバラバラさ。少年ジャンプもいるんですよ。ヤングマガジンもいます。マーガレットもいます。チャオもいます。別冊マーガレットもいますからね。漫画はそんなに皆さんお好きじゃない？おかしいな。自分調べだと社会人の 85% は漫画が実際は好きなはずなんですけどね。そんなわけでマーゼルっていうのは個性が本当にバラバラなので、それを画一的に育成していくっていうことはやっぱりやりたくなかったので、みんながやりたいことっていうのをもうやればいいじゃないのと、やりたいことをやれるっていうことが本当に大切な時代になってきていると思っております。作詞作曲にねものすごく真摯に取り組む子もいれば、ダンスをもっと頑張りたい、ダンスカルチャーにもっとコミットしたいっていう子もいる、グッズの企画にフルコミットしたいっていう方もいらっしゃるのがマーゼル。そこからドラマや映画にしっかりと出ていきたい、バラエティーに出たい、ファッションショーのランウェイを行こう、ラジオパーソナリティをやろうみたいなことを今羅列した全てでしっかりと結果を残してきたのがマーゼル。ちなみに自分は創業期からですね、男性アーティストでも女性アーティストでも何でもなんですけど、音楽家がバラエティなどで忙しくなりすぎて音楽業務がおろそかになるのはちょっと本末転倒なんじゃないかっていうことをずっと言ってきているんですけれども、これはもうそのまんま、たまに誤解されることもあるんですが、じゃあバラエティとかドラマとかは一切やるなっていうことは全くないというふうに思っております。やりたいことをとにかくやると、やりたいことをやる人間っていうものはやっぱり輝いてきますし、その人間特有の魅力っていうのがやっぱり出てくる。サラリーマンを本気でやってる人にしか作れない音楽があるし、幼少期からずっとダンスを叩き込まれてきた人しか作れない音楽もある。アイドルとアンダーグラウンドを両方行ってきたから作れる音楽も存在する。ロックカルチャーを経由してるから存在する音楽のスタイルも絶対にある。そういった中でマーゼルはデビューしてから彼らがそもそも持っていた個性をさらに輝かせる、磨かせることに成功して今があるというふうに思っております。なので重要なのは事務所がコンセプトであったり方針だったりをこう提供してそれをその通りやっていったら成功するということではなく、Be Myself の精神のもと本人が挑戦したがっている領域に積極的にパスを出していくと。さて、そんなマーゼルの話もう少しだけさせてください。こうチャンスをいただくっていう話をしたんですけども、自分たちで機会を創出することもできていきます。この時代ですからね。こうなるとこのマゼ部屋っていうコンテンツスタートから本当に面白かったんですが、最近は100万再生超えを連発、200万再生超えも複数になってまいりました。これだけだったら面白いお兄さんたちだったかもしれないんですけれども、そこで磨かれた本人たちの個性にパスを出していくのが自分の仕事ですから、提供する楽曲のジャンルであったり曲調であったり歌詞面においてであったりで、こういう彼らの個性に背骨を一歩スッと通していくと、これが曲の説得力にもなって見ている人の面白さにもなって、そしてもちろん本人たちのたゆまぬ努力がありますので、パフォーマンス能力は本当に今日本のみならず世界のダンス&ボーカルグループの中でもパフォーマンス力はもう本当に指折りっていうレベルなんじゃないかというようなマーゼル、気がついたらですね、ファンクラブ会員数が1年で5倍以上にって言ってる今も増えてるレベルなんですよ。ツアーとかのねチケットの券売が始まりますよっていうと、皆さんやっぱりこのタイミングで入ろうかなっていう人が増えてくれる。これは分かるんですよ。その後何にもない期間にも信じられないくらいの数の人が毎日入っていくっていうのがしばらくずっと続いて、今もまだ続いていると。マーゼルの成功っていうのは本当に BMSG にとっても大きくてですね、オーディションコンテンツによるバイラル、オーディションのタイミングで、オーディション番組ってやはり皆さんね、もう本当朝やんの頃から皆さん大好きであると。
その前からもっとあったのかもしれないですけど、であったりするので、オーディション時についた人気でそのままこう加速させていくっていうパターンが多い中で、マーゼルはあえてその道を選ばなかったんですね。ミッションというのはドキュメンタリーという形で、このグループはこういうふうに生まれましたというドキュメンタリー、メンバーの全員マーゼルのメンバーになる人間を1話で教えてしまうっていう形のドキュメンタリーを作らせていただきました。マーゼル結成の際に彼らに直接お話しさせていただいたんですけど、マーゼルが売れてこそ BMSG が本物になれるという話をさせていただいたことがあります。なんでかっていうと、それはBMSG がオーディションコンテンツを作るのがうまい会社ではなくて、アーティストの育成に成功したという具体的な例を作ってくれる最初のグループ、それになってくれたのが BMSG の中でのマーゼルというグループだからです。そうなんですよね。BMSG がオーディションの盛り上がりだけでしかグループが作れないってなってくると、それは言ってみれば育成の敗北にもなってしまうので、自分としては本当に頑張りたかった、特にここ1年半とかだったりしたんですけど、もう素晴らしい結果を出してくれて本当に心からありがたい限りでございます。他にもね、育成っていうものでやっていきたいなっていうのでいくと、やっぱりプロデューサーの育成っていうものはちょっと頑張りたいなと思っております。BE:FIRST、マーゼル、スターグローというグループは自分が、そしてノーノーガールズから生まれた花というグループにはチャンミナという個性の強いソロアーティストのプロデューサーっていうものがそれぞれついております。なんとなく自分はプロデューサーとアーティストはカルピスの原液とカルピスソーダみたいなものだと思っていたりするので、今日の例えはキレが悪いな。やっぱり強い個性を持ったアーティスト、強い個性っていうものをこう生かし方は自分のためにもなるけど、人のものを作った時にやっぱりより輝くっていうのはないことはないし、実際にもうそれが実証できてもいるので、新しいプロデューサーっていうものをちょっと発掘と育成していきたいなというふうに思っております。同時に才能を殺さないためにっていう意味でいくと、アーティストのねセカンドキャリア、これ本当に難しい問題にもなっていたりするので、こういったところでもね、なんかこう近いところでこの人才能があるからもっと報われてほしいよなっていう人はやっぱり複数に浮かびますので、そういった方とひょっとしたらご一緒させていただくのか、それともまだ見ぬ才能が手をこまねいている可能性もありますので、こここそ実はオーディション形式でやった方が良いのかもしれないですし、さまざまな形を模索しております。さて、才能を殺さないためにまずは音楽ファーストに関してお話しさせていただきました。続いてサステナブルな環境づくり。まずこれまでの5年間でやってきたことに関して少しおさらいさせてください。これは一つ大きかったですね。2024年2月 BMSG から音楽業界を持続不可能にしないための提言というものを出させていただきました。シンプルにこう CD の製造段階からプラスチックを減らそうよとか、たくさんプラスチックの CD を販売促進するのって環境的にどうなんでしょうというところを提言して始めたこの企画、1枚の CD で10トンのプラスチックの削減に成功したと。すごいですよね。ティラノサウルス1頭分でしたっけ、確かね。でも本当に、BMSG としても指針を示せた一つの企画きっかけだったとも思いますし、一作やれば終わりっていう問題じゃないじゃないですか、世の中の継続していく問題や課題っていうのは。ですし、白や黒ではないけども少しでも白に近いグレーっていうのも今後も目指していきたいなと思っております。さらに、アーティスト自身の持続可能な活動のために各種研修も実施しておりますよと。コンプライアンス研修、ビジネスマナー研修、メディアトレーニングみたいなのもあるんですが、意外と好評なのが金融知識研修。やっぱりその一般的な社会人経験っていうものがないまま、人によってはフリーターなどを挟んでアーティストとして成功した途端にいきなり大きな額が入ってしまう。これで金銭感覚が狂うことっていうのはやっぱり少なくないので、自分もね、なんかどうしたらみんながより幸せな30代40代を過ごしていってくれるかなみたいなことをずっと考えていたんですが、ここでね、ちょっと向こう5年って言ってたんですけど、直近でやりたい取り組みに関してお話しさせてください。こちら、所属アーティスト向けの資産形成ライフプラン支援プログラムというものを始めます。見えます？このプラン名何だと思いますか？プラン名
安心、そうです、安心ライフプランですね。結構俺来たって思ったんだけど、ひらめいた時に安心ライフプランですよ。ここからでも入れるプランがあるんですかですよ。でも本当に何て言うんですかね、先が見えない、生活なので、アーティストはスポーツ選手とかも近いところあると思うんですが、やっぱり一般的な定年の年齢60歳であったり65歳であったりまで第一線でやるっていうのがもう原則不可能。もちろん一握りのさらに一握りのさらに一握りくらいになってくるといらっしゃる方がいらっしゃるのは事実です。でも基本的にはやっぱり、難しいのが事実としてございます。なので現役のうちに稼げるだけ稼げなきゃみたいなことになってしまうと、本当は何が作りたいのか、自分がやるべき音楽は何なのか、自分がやるべきパフォーマンスやアートフォームは何なのかっていうことに向き合う時間がどうしても減っていってしまう。そしていつしか音楽が仕事になってしまうということを避けたい。なのでこの安心ライフプラン、さまざま書いてある通りなんですが、教育行動継続中でも特に分かりやすいのはこの継続の部分ですよね。個人の積立金に対して最大 100% の支援金を上乗せして会社からもお払いしますよと、サポートするので資産形成をスタートさせましょうと。1回2回成功を若いうちに収めた方がそれを原資に生活への不安は安心な世の中に対しての安心をつかみ取っていただいて、自分は本当は何がやりたいのか、どういう音楽を突き詰めたいのか、一回しばらくお休みして見聞を広めたいもありでしょう。ものすごくニッチでマニアックなジャンルに突き進んでいくのもいいでしょう。その上でとっても商業的なものに心が惹かれるんだったらより突き詰めていくのも良いでしょう。そういった音楽や、アートに対しての純粋性を保った組織にしていきたいというふうに思っております。はい。そしてファンビジネスにおいても健全なビジネスモデルの確立っていうのはもうこれはもう永遠の課題であり至上命題でもあるかなというふうに思います。エンターテインメントの楽しみ方はやっぱり人それぞれなので、これもね白黒はないと思うんですね。やっぱりこのアーティストが好きっていう人が100人いたらそのアーティストのどの部分が好きはやっぱり100通りあったりします。そのアーティストが作っている楽曲サービス何でもいいんですがこのくらい好きもう100通りあるんでそれを全てすり合わせようっていうのは難しいと思います。もう少し具体的に言ってしまえば、例えば株式会社ですので利益追求のためにたくさんお金を払ってもらえるものをいっぱい用意しようっていうことをやればやるほどファンの方にとっては金銭的負担がかかるかもしれない。ひょっとしたら先ほどのプラスチックの話じゃないですが環境問題に圧をかけてしまうかもしれないみたいなところの一番良いところはどこなのっていう、多分これはもう本当に毎日変わるようなレベルでバランスが変わっていくと思うんですけども、ここでバランスをとっていく、白に近いグレーを目指してここまでやるのは OK、 ここからはどうなんだろう、ここは絶対やった方がいい、ここはやらない方がいい、こういったものをバランスを見ながら毎日考えていきたい。しっかりと何でしょう、一度言ったんだからこれをやり続けるっていうのはものすごく愚策だと思うので、日々変わっていく世の中に対して、毎月変わっていく世の中に対して、毎年変わっていく世の中に対して BMSG がやっていくビジネスモデルっていうのはこの形ですっていうのをどんどんと形を変えて、変わらずあるために変わり続けて、素晴らしいバランスのビジネスモデルっていうものを確立していきたいというふうに思っております。そこの一助として本当に助けになってくれているのがこのオンラインサロン B タウン。ここで競争型コミュニティの確立、スタートの5年を本当に助けていただいたオンラインサロン B タウンというのがございまして、どういう会話とかしてんのっていうと、基本的にはどういう思想を持ってどういう理念を持ってどういう音楽の作り方をしてみたいな裏での様子を含む音楽の作り方の時もあれば、マネジメントとして大事にしていることの時もあれば、クリエイターとして大事にしている時のこともあればみたいなことがほとんどなんですが、中にはねこういうこともやったりもしますね。正解のない施策、どういったバランスを取ればいいのかなっていうところに関して、オンラインサロンの皆様に実際にもアンケートを取ってしまうと、アーティストのランダムグッズっていうのがあったら購入には前向きですかどうですかというような質問で、ここからさらに配信を通してこういったデータがあったけどどうなんだろうみたいな会話を深掘りしていくことも可能と、こういったものがBMSG にとってアーティストやマネジメント一緒だとしてとファンのところのこの間の部分に一つ、こちらからしてもありがたい意見をいただける、
あちらからしても意見を言えるみたいなところの競争型のコミュニティを作れているっていうところが非常に BMSG にとって有益なことをしてくれておりますよというような話でございました。またファンプラットフォーム BeWithYou というものを、長いことね時間をかけてどんどんとアップデートしていってるんですが、ここの大型アップデートっていうのが今年の夏にやってまいります。映像をご覧ください。はい、ということで、ファンプラットフォーム BeWithYou この夏リリース予定、同じアプリ内なんですけどもアーティストによって機能や体験が異なっておりまして、全アーティスト各それぞれのねこだわりが詰まったものになっておりますので、ファンの皆様にはこちらを楽しんでいただきたいなと思っております。はい、そんなわけでサステナブルな環境づくりでした。そして3つ目は市場の拡大です。先ほどねご挨拶させていただいたら、やはりここら辺の話に関して興味を持ってくださる方も少なくないのかなというような印象なんですが、これまでの5年間でやってきたことをまたおさらいしてまいりましょう。一つ大きいのはダンクダンスユニバースネバーキルドというイベントですね。2023年から過去4回開催しております。今となっては皆様もねちょっと想像しづらくはなってきてるかもしれないんですけど、2023年3月の初めてのダンクをやる前の頃、やっぱりまだ違う事務所の特に男性のダンス&ボーカルグループが違う事務所同士でコラボレーションするっていうのがものすごくご法度になっていた時代っていうのがわずか3年前まで本当にあったんですね。ここにいる皆さんとかは本当にもう切にそれを感じている方々だとは思うんですが、なのでそういうものこそ新しい組織がえいとこうやってしまうべきものなのかなと思い、垣根のないコラボレーションなんていうワードをたくさんこすられたりもしましたが、さまざまな形で、グループ同士のコラボレーションであったりとかを行ってまいりました。2023年からたった3年で日本の芸能界の空気、日本の音楽業界の空気っていうのは少なくともダンス&ボーカルに関しては大きくガラッと塗り替えられたと思っておりますし、それが今の勢いを促進につながっているとも胸を張って言えるかなというふうに思っております。ダンクにおいて自分が結構誇らしく思っているもう一つ培った財産っていうのはお客さんの空気ですかね。やっぱりさまざまなアーティストやアイドルがこう参加するよってなると、お目当ての人の時間以外は休憩時間みたいになってしまうイベントっていうのも少なくない。でもそれを良しとしないイベントの空気作りというのを BMSG フェスの22であったり、その前のザ・ファーストファイナルとかもそうですかね、イベント1本を通してストーリーにするというものをファンの皆さんとこれもまた一緒に作ってまいりました。おかげさまでですね、やっぱり海外からのお客様を含めて、今日見るのが初めて、今まで見たことも曲も聴いたことないというアーティストでもお客さんが基本的にね前のめりに楽しむんですよ。これ現場に来た人みんなが驚くくらいアーティストだけではなくお客さんの作っている空気が素晴らしい。これを作れたことは本当に誇りだなと思っておりますし、これがあれば打って出られる勝負もたくさんあるのではないかというふうに思っております。実際に出演いただいた他の事務所のアーティストさんとかがですね、今年何が楽しかったですかというインタビューでダンクに出たのが楽しかったっていう話が出る率が非常に高いと。これはねめちゃくちゃありがたい。もう日本はこれから市場はやはりどんどんと小さくなっていくので、内側で取り合っていてももうしょうがないんですよね。少子高齢化であったり景気もやはり上向く様子はやっぱり見せませんから、そうなった時に内側で取り合いとかもう競合とか言ってる場合ではないと。ライバルではあるかもしれないけど、どちらかというと仲間ですよね。同じ日本というルーツを持って同じ日本という場所で、活動して同じ音楽が好きで同じ時代に生まれてってなったらもう同志ですよ。同じ志同志、我々で一緒に頑張っていこうっていう仲間でこそあれど、
蹴落とし合う相手ではないでしょうという思想がダンクには強くございますし、これは今後もね加速させていきたいかなと思っております。今年はアジアのお客様もたくさん参加してくださったので、海外とのハブみたいなポジションにもなれたらいいなというふうには思っているんですが、ここら辺はもうやりつつ頑張りつつですね。はい。そして、もう一つの成功体験としてはボーイズグループだけをやる会社っていうところからガールズ、女性の才能を殺さないちゃんみなをプロデューサーに招聘したノーノーガールズというものの開催とその成功というのが大きかったかなと思っております。本当にねちゃんみな自身の素晴らしさ、才能であったり人格であったりっていうものを世の中にお届けできたことも自分にとっては本当に嬉しいところでございますし、その果てに生まれた花というグループが活躍するっていうことはすなわち花そのものだけではなく、日本のダンス&ボーカル全体、日本の音楽業態全体、日本の女性社会全体みたいなところを全て、応援できる、そんな力強いグループが生まれたということを心から誇りに思っております。ここら辺はねまたそうですね、ちゃんみなの功績ということで、ちゃんみながいないところで自分があまりお話ししすぎるのもあれだと思いますので、次に参りましょう。市場の拡大の未来っていうところに関しても、今後予定している具体的なことに関していくつかお話しさせてください。ドンと、2026年とある海外プロジェクトが始動という何も分かんないよねこれ見せられてもね。具体的な施策をお話しさせていただきたいと思います。ドンでこれだもんね。申し訳ございません。もともと本当に冒頭でもお話しさせていただいた通り、BMSG が創業した時っていうのは千葉の実家から自分の貯金の1億円を出しますという形で、ザ・ファーストの開催を発表したのが最初です。そこから5年も経ちましたので、ここからさらにね、そうザ・ファーストが始まってから5年、 BE:FIRST がデビューしてからもつまりは5年という頃になってきますので、さらにこの時は自分の覚悟って1億円くらいが精一杯だったけど、それが10倍になってもいいじゃないか、100倍になってもいいんじゃないかという額をとにかく投資していく。これ何が言いたいかっていうと、今後とにかく一つのプロジェクトだけではないので、2つ3つとさまざまなことが動いていきます。もう本当にとにかく投資していく。ここまで培ってきた、内部留保もそうですし、さまざまなものをとにかく投資していく。リソースもそうです。それにもう心、気持ち、勢い、そういったものも全てをぶつけていく。日本の市場を拡大していかないことには、もう国自体の未来が危うい、音楽業界の未来自体が危ういというふうにも思っているからです。例えば BMSG にはトレーニーにレオンとカイトという2人がいるんですけども、彼らは小学6年生と中学1年生なんですね。ということはおそらく順当にいけば20年後も第一線で活躍できると。でも一方経済的な視点で見た時の20年後、日本だけの需要でやっているアーティスト、これはまずい、非常にまずい未来が見える。一方で、他の国はどんどんグローバル展開していくでしょうから、日本のトップチャートも基本的には他の国のアーティストが入っていくようになってしまうでしょう。これは戦いではないけれど、日本の生み出している音楽が、我々がやっている作っている音楽が、クリエイティブがいいものであるという自信はたくさんあるので、これはいいものだから食べてごらんなさいよと、他の国にたくさん広げていって、たくさん次の世代、さらにその次の世代が大きな夢を見れる世の中にしていきたいなというふうに思っております。つながった話なんですが、カルチャーとしての J-POP っていう捉え方の話をさせてください。例えばですね、とある有名な K-POP アイドルがインタビューでこういうことを言ってたことがあったんですね。僕たちが子供の頃は日本のカルチャーだったり J-POP だったりを聞いて、その背中を追っかけてやってきた。今は僕たちが背中を追われる側だから頑張んなくてはいけないと。非常に爽やかで気持ちのいい話なんだけれども、やっぱそこはね認めていかなくてはならない部分として、J-POP がアジアの中で一番プレゼンスがあった時代っていうのは過去に確かにあって、そして明らかに K-POP が今そのプレゼンスではもう相当な勢いで塗り替えてしまっていると。一方でその塗り替える童貞で何があったのかっていう話になってきた時に、やっぱりスタートのね、シンファであったり東方神起であったりっていうところから
ビッグバンが海外で大きな成功を収めました、少女時代が大きな成功を収めました、そういったみんなでバトンをつないでいって、最終的にはコロナ禍でのBTS の世界的な渦になったというふうにバトンもみんなでつないでいったと思うんですね。これはさっきのダンクの思想にも近いんですけど、一つのアーティストが一つの楽曲がちょっとバイラルしたよっていうくらいでカルチャーとして何かかざせるものが増えるわけではないと。今 K-POP ってどのくらい浸透してんのかなって言ったら、例えばアメリカで音楽チャートとかでこうジャンルの一覧見ると、そのラップとか R&B とかロックとか K-POP ってここにあるんですよね。もうジャンルの一つとして認められていると。そのくらいの市民権がある。これは本当に追っかけて良い背中だなとも思いますし、頑張っていかなきゃいけないところだなと思っております。一方で J-POP っていうワードは確かに流行ったのが早すぎたのかもしれません。流行ったのがおかげで何でしょう、例えばロックにあらずヒップホップにあらずみたいなあらずのポジションでポップっていうワードを使われることが非常に日本では多い。これは本当に良くない。ポップってポピュラリティを得るっていうことですから、この J-POP っていうもの自体をこの2026年に新たにリブランディングしていって、日本から発するものの冠として新たに掲げていい時代が来たんじゃないかなというふうに思っております。以上3つのトピックをもとにこれまでの5年間の振り返りと今後の挑戦についていくばくかお話しさせていただきました。これで本編的な部分は終えましたが、まだいくつかお話しさせてください。一つは新しい経営体制への移行です。これまでの5年間はスタートアップとしてのスピード感や私の思いをダイレクトに伝えるために、そして企業としての純粋性を保つために私一人での経営体制だったんですが、ここから経営の透明性向上と監督機能の強化というものを目的に新経営体制へ移行しますというか移行いたしました。私スカイハイはですね、この BMSG という会社の音楽ファーストを掲げる企業としてのより音楽クリエイティブに向き合うための時間をさらに作っていく、捻出していく体制変更にもなりました。おかげさまで BMSG3 つのグループをプロデュースともなるとですね、下手したら毎日スタジオにいると、毎日ライブを作る、毎日曲を作る、歌詞を書く、次は MV だみたいなことをやっていると。これ本当にね、優秀な皆様の助けのおかげで今有機的に、そして有意義に有益な行動できているかなというふうに思っております。あとこちらサプライズになるんですがお話しさせてください。インキュベイトファンド株式会社さんと株式会社暁ベンチャーズさんの2社からの資本提携をさせていただいたということを発表させてください。一般的に出資と聞くとですね、将来的には IPO、いわゆる新規上場を目指すのではないかと思われるかもしれませんが、BMSG は上場は目指しておりません。BMSG は上場を目指しておりません。こちらはですね、グローバル領域とかデジタル領域を強化するための提携というふうになっておりまして、我々の独自のアイデンティティや理念などは1ミリも妥協せずに、それは完全に維持したままで世界に挑むためのパートナーシップを組ませていただいたということですね。でもね、いや上場もしない音楽を作る芸能事務所でしょ、そんなところにそんな投資家の人たちが納得するんですかって思う方が普通だと思うんですが、そこはねご安心ください。きちんと厳しいデューデリジェンスを受けて、そこを通過してまいりました。BMSG ってガバナンス面から見ても随分と整ってきたんだなというふうに皆様に感じていただけるように頑張ってまいりますし、実際にそのエビデンスの一つにもなれたかなというふうに思っております。ついでにアーティストスカイハイとしても今月はですね、久しぶりの9年ぶりの日本武道館 2days というものを行いまして、さらに2日前にはですね、さらにその昔に20年前とかに育てていただいた渋谷のファミリーっていう100人入ったらパンパンになるクラブ、ここの多分最初の2列くらい入ったらもう結構きつくなるようなクラブにお世話になってたんですが、そこのクラブの30周年ということで、アンダーグラウンドのクラブでね久しぶりにライブをさせていただきまして、充実した音楽活動を送っているといえばそうなのだと思います。思えば今までトリプル A をやりながらスカイハイ、BMSG という会社の創業社長をやりながらスカイハイという形で自分の音楽にこんなに向き合っている時間っていうのは生まれてからなかったのかもしれないなというふうに思っております。ここからね2028年を目標にとにかくピュアな音楽性っていうのだけを追求したフルアルバムのリリースを頑張りますよと。はい、
BMSG トレーニーの話もさせてください。 BMSG にはですね、現在23名のトレーニーを抱えております。これまでの G&G でもトレーニーの育成制度っていうのに関しては幾度かお話しさせていただいているんですが、本日特にお伝えしていきたいポイントはこちら。トレーニー期間っていうのは辛い下積み期間ではないと。よくなぜかそれこそアイドルの練習生であったり、アイドルそのものにもよく使われてしまう言葉かもしれないんですけども、僕たちは青春を捧げました。これが違うのではないかと。例えば甲子園であったら、例えば J リーグのユースであったら、たとえプロにその後ならなくても、そこを目指した道中がずっと青春だったと思いますし、その後の人生を支えてくれるものになると思うんですよね。就職も有利になることもあると思いますし、これがなんで音楽芸能だけ捧げなくてはいけないのかと。その期間を一番青春にしたいというふうに思っています。なので実際の出目もたくさん増やしたい、ライブもやっぱりしたい、オリジナル楽曲も作りましょう、ミュージックビデオも作りましょうと、そういったものをこうやりたい。もちろんアーティストとしてね、世に出ていくっていうのが大きな目標であることに変わりはないと思いますが、デビューしたら成功、できなかったら失敗っていう単純な話ではなく、この限りある青春の過ごし方としてトレーニーとして過ごせてよかったなとみんなが思ってくれる、そういう場所にやっぱりしたいなと思っております。はい、BE:FIRST、マーゼル、スターグロに続く4組目のボーイズグループというのも、準備中でございます。ここら辺に関しては現時点でお話しできることはほとんどないというか、何をお話ししてもネタバレになってしまうという状況になってきますので、続報を引き続きお待ちいただければなと思っております。さて最後に、今年も開催いたします5回目となる BMSG フェス26のご案内です。初めてお見せする写真がこちら、ドドン。はい、これはね、とある意図を持った並び方になっておりますので、そこら辺も読み解いていただければなと思っているんですが、今年は2026年10月10日から10月12日の 3days でお台場で行います。昨年と同じ場所なので、本当ね、バックヤードの充実なども含めて、なんかこうみんなでリラックスして仲良くなれる空間というものを作っていきたいかなと思っております。最後の最後におまけでもう一つ、夢の話をして終わりたいかなと思います。夢でもあるんですが、公約でもいいのかなと思います。ドン。BMSG は10周年目までに BMSG フェスの海外公演っていうのをやりたいなと思っております。全アーティストで海外で大きなライブをやりましょうよというふうに思っております。もう夢を超えて、目標を超えて、もう予定でもいいんじゃないかなというふうに思っています。世界って言ってもいろんなところあると思うんですが、もうどこまでね言っていいのかどうか分かんないんですが、自分はやっぱりアメリカでの開催っていうものを BMSG フェスはやりたい。これもいてあれもいてそれもいて全部同じクルーなのかい、このカンパニーやべえなっていうものをしっかりと10周年目まで2030年までに、開催したいなと思っております。こうなってくるとね、気軽に皆さんもぜひお越しくださいとはちょっと言えなくはなってきてしまうんですが、みんなで大きな成功を勝ち取って日本という故郷に錦を飾りたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。以上ですかね。はい、ということで、予定通り1時間お話しさせていただきました改めて、これまでの5年間の歩みをこれからの5年間で超えるためにと、 BMSG は第2創業期として熱意や初心は忘れず、組織は盤石に、今後とも変わらぬご支援とご鞭達を賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。全ては何のためかと言ったら、才能を殺さないために、そして才能をより生かすために。ご清聴ありがとうございました。